こんばんは。こんばんは。アーシングジャーナルです。今回はバンクーバーアイランド南のソンブリオという、サーフスポット兼ハイキング兼キャンプスポットを紹介していきたいというふうに思います。はい。もうここからビクトリアっていう一番最南端の大きな町までは1時間半ぐらいで行けるのかな。で特にグラベルロードもなく比較的アクセスしやすいところで、週末になるとサーファーとキャンパーでもう満車になります。駐車場は、でもね、トフィーノと違って駐車場代がかからないので長時間駐車してても問題ないし、トイレもちゃんと併設されていてすごくいいなと思います。ただ、シャワーがないのでそこがね難点だね。そうだね。私たちはタウンから水を汲んできて、でその水を駆使してシャワー代わりにして使ってる感じです。このビーチはすごい有名で、駐車場の横にこうやって、ピットトイレあります。ゴミ箱もある。ゴミ箱もここにあります。ビーチでキャンプをする場合は大人1人10ドル、15歳以下は5ドルかかります。置いてある封筒に現金を入れて赤いポストに投函します。中にある紙はレシート代わりに持っておきましょう。はい。でね、ビーチはこの駐車場からちょっと坂道をね5分ぐらい降りないといけないので、サーフチェック行って戻ってきてサーフボード持ってまた戻ってくるっていうね、ちょっとね大変なんですけど、この道もなかなかなんかそう綺麗で幻想的な感じでね、昨日とか霧がかっててすごい綺麗だったよね。ただね、帰りがね結構な上りなので、ロングボードだとね、サーフィンして疲れた腕でロングボード担ぎながらこの上り坂を登ってくるの結構きつかった。サーフスポットの目の前でキャンプできるんですけど、サーフボードとキャンピング道具を全部持ってビーチでキャンプしてサーフィンしてみたいなことをみんななんか準備してました。そうだね、めっちゃキャンプ良さそうだった。良さそうね。フードコンテナがある。ここにトイレもあります。ビーチ到着。今日はねもうフラットで全然ノーサーフなんですけど、昨日おとといは結構波があって私たちサーフィンしたので、サーフスポットの紹介と、サーフィン映像をお届けします。どうぞどうぞ。さあソンブリオ初サーフィン。まさかこんな寒い日に入ることになるとは。でも波は良かったじゃん。昨日は波良かったじゃん。いや今日もいいと思うよ。ただ今日はねほんと土曜だから人が多い。満車だもんね。8度ぐらいしかない。嘘やん、もっとあるでしょ。ね、10度ぐらい。分からん、もっとあると思うけどね。白い息が湿度が高いね。こんなでかくなると思わんかったわ。さっき亮太が波チェック行った時から2サイズぐらい上がってます。私はまた今日もインサイドで撮影をします。もうちょっと下がったら入りたいんだけどな。セットがでかいんだね。今日はね土曜日だからビーチに人がすごいいっぱいいる。今日波いい予報だったんだ。だからこんな混んでんだ。ソンブリオビーチはポイントが3つあって、一番北のポイントはハイパフォーマンスでショートボーダーも遊べる波、中央はメローでロングボーダーや初心者におすすめの波、一番南のポイントはロングもショートも楽しめる波になってます。私たちは中央のポイントで入ります。では行ってまいります。いってらっしゃい。入るタイミングを伺っております。ドルフィンが結構難しいみたいで、食らうとなかなかアウトに出れないって言ってました。お、行きました。さあいい波乗れるか亮太氏。イメトレは完璧。この間ねトフィーノでたまたま一緒にサーフィンしてたピートプロ、その人のライディングをいっぱい撮影したので、自分のライディングと見比べてどこをどうしたら良くなるかっていうのを研究してたので、今日はねいつもより一層気合が入ってると思います。ポイントブレイクだからね、左から回っていけば波を回避していけますね。めっちゃでかいの来てます。セット型頭はないかな。頭あるのかな。片頭ぐらい。セットは片頭ぐらいありそう。昨日入ってた初心者の彼も入ってる。すごいね。
亮太かな今の。食らってます。亮太っぽい。今の良かったね、サイズあって。この波は私には絶対無理だわ。最悪。これは亮太か。亮太っぽい。お石がすごい綺麗。通ってるかな。あれ亮太じゃね？気づいたらインサイドで遊んでる。お、出てますよ。今のはいいんじゃない？スタイリッシュでしたよ。水はめっちゃ冷たい。マジで？よかった。あ、なんか冷気が漂ってくる亮太から。いや、インサイドめっちゃいい。今テイクオフ取れなかった。大丈夫。アウトサイドで待ってるよりインサイドのここの方が全然楽しい。よかった。よかったよかった。久々ね、久々こんぐらいパワーのある波でサーフィンした。結構沖の方ハードそうだったね。ね、ヘッド入るとね、頭ぐらいなかった？セットはあった。だよね。見てて怖かったもん。なんか初心者のスポンジボートの人が入ってってさ、あの人たち大丈夫？昨日の青い人？あの人も入ってたし、なんかコストコボードで入ってる人もいて、この波で初心者行くんだと思って。女の人入ってた、初心者の。マジで乗ってた？いや、全然乗れない。だよね。この波怖いわ。結構パワーあるね。インサイド結構きついよね。まあただこっちに流れちゃえばね、波食らわないから、意外と大丈夫なんだけど。いやー、これ今日楽しいわ。ほら、あの辺インサイド。これ。では僕は2ラウンド目、あゆみはリベンジ。はい、夕方セッション行きます。行ってきます。だいぶね、セットも小さくなったんでいけるかと思います。波小さくなってた。よかった。あゆみのみでもちょっとまだセットは分かんないから。さあ行きましょう。大丈夫です、フラットなんで。さあ、孫武漁初入水です。この辺からもうね、玉石になってくるからパドル始めた方がいい。冷たいんよ。でもメンツルじゃん。頑張れ。カナダでサーフィン。惜しかったね。結構割れないっしょ。しっかりこがないとね、引っかかんないから。惜しい惜しい。もうちょい。
トキーの乗れてたじゃん。よかったんじゃない？全然割れないね。でもしっかり小柄だとする。寒い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 、めっちゃ寒い。波もあんま良くない。カナダサーフ最高。乗る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 。ナイス。はい、こんな感じでサーフィンすっごい楽しめました。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。ね、今日こんだけフラットなのを見たら、昨日一昨日入れてマジで良かった。そうだね。当てた。うん。トフィーノは結構なんか1日だけメンツルの日当たったんですけど、だいたいなんか面ぐちゃぐちゃで乗りづらかったけど、ここはポイントブレイクでマジですごい乗りやすかったです。おすすめです。おすすめです。ではこれからちょっとねビーチ沿いを20分30分歩いて、ある神秘的な滝があるのでそちらに行きたいと思います。はい、レッツゴー。もうビーチのど真ん中、サーフポットの目の前でキャンプできます。ほんと土日はキャンパーで賑わいます。ただね、波はね玉石でめちゃめちゃいいんですけど、水がめちゃめちゃ冷たい。めっちゃ冷たいマジで、ね、トフィーノより冷たかったよね。全然冷たい。なんか氷水に浸かってる気分でした。本当に。さすがに外人もブーツ履いて、あの人もグローブしてるし、5ミリのね分厚いウェットでブーツ履いてましたね。そうだね。ブーツ履いてないのりょうただけでした。ブーツグローブなしで。ね。これとかさ、松ヤニ、ほら、うわ、何それ。松ヤニだと思う。松ヤニみたいな樹液みたいな。へー、めっちゃいい香りするの。めっちゃいい香り。ロキシタンの香り。マジで？家に嗅いでみ。あー、すごいね。本当だ。ロキシタンだよこれ。ロクシタンな。ロクシタン。ロクシタン。確かにロクシタンとかなんかオーガニック系の。めっちゃいい香り。これがティーツリーってやつ。なんだ。どう？なんかシトラス系。うん、確かに。すごっ。でもめっちゃベタベタするよ。樹液ですこれが。ヤニ。このね沢の奥に滝があるみたいなので、ここをね登っていきます。ちょっと分かりづらいんですけどね、端っこにトレイルみたいなのがあって行きます。一気にジャングル感が出た。結構足元濡れるね。こんな感じで沢を登っていくんで足元結構濡れるんで、まあ濡れていい靴か裸足かブーツを履いていくことをお勧めします。まあそこまでね深いわけじゃないから石をたどれば全然。すごいめっちゃ綺麗。なんかすでに滑るから気をつけて。やっぱね有名なスポットみたいでどんどん人が来ます。すごい。いやめっちゃすごい。I was lost in the arms
of a foreign nation in a shop to escape the rain. 決してね水量は多いわけじゃないんですけどめっちゃ幻想的です。 To find some shelter too and get a word you're saying by girl. Her eyes are red and blue, 'cause I don't know what your lips are saying and get a word. 今回の動画ではソンブリオビーチを紹介しました。ビクトリアからね車で1時間半ぐらいで来れるので、サーフィンやってる方、バンクーバーアイランドに訪れた際はぜひ行ってみてください。本当に玉石でいい波でした。駐車場も無料だし、ね、ただシャワーがないっていうところが難点なんですけど、そうだね、それ以外は本当におすすめなので、ぜひ行ってみてください。サーフィンやらない人でもビーチの目の前でキャンプして、でさっきの滝を見に行ったりとアクティビティが満載なとこになってるんで、本当にロードトリップバンクーバーアイランドめっちゃおすすめ。おすすめです、ね、バンクーバーアイランドの中でも結構おすすめポイントかも。そうだね、海沿い歩いてるだけで気持ちよかったし、なんか見たことない木とかがいっぱいあって、ね、見てて飽きないと思います。ツルツルで丸い石とか、綺麗な石もいっぱい落ちてたり、子供がいても楽しめるポイントだと思います。都市から近いっていうのが一番。そうだね、アクセスしやすいから、はい、ぜひ行ってみてください。はい、ではこの動画が少しでも役に立った、面白いと思ってくれた方は高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんな感じで僕らが行くサーフスポットは全部細かく紹介していきたいと思いますんで、引き続きチャンネル登録お願いします。お願いします。サーフスポット以外もね、キャンプスポットとかハイキングスポットアップしていくので、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。ではでは、またねー。バイバイ。And just a small alert